そのみやこの熱波ラジオ12分でさよなら。皆さん、サウってますか？このラジオは聞き終わったらちょうど12分サウナの砂時計代わりになるラジオです。私たちもサウナからお届けしています。お相手は放送作家の澤田さんです。お願いします。澤田です。よろしくお願いします。お願いします。早速トークしていきたいんですけど、はい、今月3連休に、はい、ジャパンモビリティショー2025に行ってきました。ジャパンモビリティショー、はい、東京ビッグサイトで開催されてるんですけど、あんま詳しくないです、そっちの分野。はい、行ったことないんですか？行ったことないですね。嘘。はい。あれ3連休、クロスウェーブ船橋は行きましたけど。クロスウェーブ船橋、はい、待って、そっちの方がわからない。あ、本当ですか？なんか学生とかが泊まってなんか研究したりとか会議したりする、ね、合宿施設みたいな、そこでなんか本当にちょっとしたイベントがあって。あ、お仕事で。お仕事で。あ、お仕事だったんですね。はいはい、クロスウェーブ知ってる人はいないと思います。逆に、いやね、皆さん多分モビリティショーすごい、はいはいはい、モビリティショー、はい、ジャパンモビリティショーすごい人で、日本で多分一番っていうぐらい大きいイベントじゃないかな。すごいもう何十万何百万ぐらい来てる中に。それはどういう方が来るんですか？どういう方？でも車が好きな方、車好きな人、はい、そうかな。で、私も仕事で行ったことあったんですけど、今回あるものを求めて行ってきて。じゃあプライベートでというか。プライベートでというか、もうスペシャル特別枠に、ご招待していただき、それはサウナソムリエとして呼んでいただいたんですけど、トヨタとハルビア、私たちがいつもお世話になってるサウナストーブのフィンランドのサウナブランドの会社、ハルビアとトヨタが共同開発して作った水素サウナが展示されてまして、がそこにあるんですか？東京あるんです。モビリティショーにあるんです。へー。すっごいなんかもう未来的な車だったり、もいろんななんかこうブースがある中で、トヨタのブースで水素サウナがありまして。トヨタってそこまで事業広げてんですか？もうそうですね。もう日本が誇る。もういいでしょ、売り上げ。いや、そんなもうですよ。よっぽどあるでしょ。日本代表する企業でね、いろんな分野にね、その技術だったりとかね、活かせるからあれですけど。いや、だってもうトヨタのブースに行っただけで、もうなんかもうびっくりするぐらいなんかすごい、やっぱトヨタってすごいなって思うのがたくさんね、こう車も展示されてて、人もすごくて、それでまた水素サウナカーがありまして。水素サウナっていうのはどういうものなんですか？水素サウナは私たちが普段入ってるサウナって、こう電気だったり薪とかで、ストーブを温めてるじゃないですか。それは水素を燃焼させて、ストーブを温めてるんですよ。そうすると煙突がないサウナ。だからっていうことはなんかいろいろなんかこう、煙突ないってことは煙出ない。でも水素は水、だから環境にもいい。そうなんです。そこなんです。めっちゃクリーンで、でも一酸化炭素とか二酸化炭素とかも出ず、このサウナそうなんですか？そうなんです。水素を燃焼させて、でこうサウナストーンを温めて空間を温めてるんですけど、そのサウナがもうすごくて、多分全然パッとしないんですよね。パッとしない。僕自身が水素サウナって言われてもそうですね。みんなそうですけどピンとこないってことですよね。そう。パッとしないって言われたから、澤さんパッとしないですよねっていうのは悪口これ。すいませんっていう。いや違う、本当に精進しますっていう。いやごめんなさい。ピンとこないですよね。日本語がおかしい。そうですよね。澤さんパッとしないですよねは悪口ですよ。いやすごいやっぱり、そうですよね。なんかそうピンときてないなと思ったんですけど、そりゃそうだと。多分ほとんどの人っていうか、多分本当に数十人しか今回入れない枠なんですよ。で、なんていうの、ピンとこない、ピンときてないです。ピンときてないと思うんですけども、こう入った瞬間でもう違いがすごいわかる。もう熱が柔らかくて、なんかそれ言いますね。サウナのなんか熱波師の方からも聞いたことあります。あります？熱柔らかいとかね。なんかその目には見えないけれどもすごく感じるものあるじゃないですか。
多分熱波師もそう、熱波師さんが言うこともそうだし、いろんな施設もそうだけど、でもどこのサウナにもない熱の温かさ、温まり方、こう包まれた感じがもうすごくて、もう入った瞬間、これが水素サウナなんだみたいな。それっていうのは今後広まっていくんですか？その僕らが入れるようになるんですか？その一般的なサウナ施設に水素サウナが導入されたりっていう、まあさっき近未来的な車もっていうことをおっしゃってたじゃないですか、だからそういう今後のためのあれなのか、そうですね。でもかなり未来的と言いますか、次世代のサウナなんですけど、そうなんですけど、いつかね入れるようになると思います。なると思いますし、やっぱすごい環境にもいいし、熱もすごい優しい温かい包まれる熱で、そうなんか潤いのあるサウナ。でもね、こんだけ散々サウナを経験してるであろう園さんがそれを言うってことは相当違うんでしょうね。いや、もうなんか水素サウナってどれくらいの熱っていうかこう、温度なんだろうと思ったらしっかり100度近くあって、なるほど。でも苦しくない。そうすごいですね、有益な情報。ちょっと待ってください、園さん、不毛な話してもらっていいですか？すごくいい情報じゃないですか。すごくみんなが、視聴者がためになる、リスナーがためになる情報じゃないですか。不毛な話したい、もっと聞きたいですけど、僕は、やっぱね、でサウナ好きな方も聞きたいと思いますけど、いや、そうだよね。でもそうここで伝えたかったの、水素サウナのすごさを。いや、行きたいです、それ。もう続きはもうYouTube とかトヨタイムズで見てください。なるほど。水素サウナちょっと言っといてください。一人パッとしない作家招待パッとしない作家も招待してほしいって言ってました。悪口ね、ピンときてない作家、放送作家の澤田さんがって言っておきます。じゃあ行きますか。サウナトーク。はい、とっても不毛な時間です。じゃあ3つから選んでください。行きましょう。では今日はさから行きたいと思います。ロッカーナンバー4989のろまなかめさん。ある日の合コンで、印象ゲームをしてお互い指さした女性と2人で帰ることになりました。車で行っていた僕はその子を家まで送ってあげました。後日2人で食事に行きたいと誘ったところ、ぬるっとかわされてしまいました。その後参加していた幹事から、合コンの日2人で店を出た後何も手出しされなかったからという理由だと聞きました。僕はその日に何かするのが正解だったのでしょうか。生々しい。生々しい。要は合コンのじゃあお互いにいいと思ったってことですよね。お互いにいいと思って、いい感じだったが、じゃあ2人でじゃあ2人で帰ればみたいな。でも送ってあげたってことですよね。送ってあげたんだよね、丁寧に。でもそしたら、いや、あの人何もしてこなかったからって言って、後日のその飯の誘いは行かないんですね。どういう心理なんですか、これ。どういう心理？ちょっと待って、これまず家まで送ってあげるって、車でね、ちょっとすごいドキドキするじゃないですか。もしかしたらその送ってもらう時も何かあるかもしれないみたいな。初日だから初対面だからそこまではないとしても、なんかすごいドキドキする瞬間じゃないですか。でましてや興味もなければ送ってもくれないですよね、きっと。第一印象ゲームでやってるってことは、少なくともその中ではお互いいいと思ったってことですからね。だからカップルとまでは言わないですけど、合コンの中ではっていう。でも難しくないですか、男の人って。例えばその日にすごい燃え上がったとして、燃え上がったっていうか、なんて言うんだろうな、こう意気投合して、その日に手出すのもちょっと違うよなって思うし、この子はそういう判断ってことですね。こののろまな亀は。のろまな亀はそうですよね。でもこれは女性から見て、多分この方が聞きたいのは、紳士じゃないですか。紳士だから相当肉食だったんだ、女性が。でも逆にこう手出さないことが、私ゲームもやって第一印象、私もあなたのこと一番いいと思ってるっていうのを知ってて何もしてこないの。じゃあもうあのゲームでいやいや選んだだけなんだって思ったってことですか？いや、もうその日ちょっとなんかムラムラしてたんじゃないですか。でも後日のご飯もご飯断るって。だってこの日に何もされなかったからでしょ。この日に何かされてたら、後日のご飯は行ってたってことでしょ。
だこの日にも男女の仲になってるのかわかんないですけど、じゃあそれが最後までいくか別として、それこそさっき園さんが言ったみたいに、じゃあ車の中でキスの一つでもしとけやなのか、でもすぐにもうそのお食事の予定を立ててる、デートの予定を立ててるじゃないですか。立てたじゃないですか。じゃあねって言って、後日この前楽しかったね、また2人で行こうかみたいなことですよね。乗るとかされてるんですよ、そこまでなんかちょっとね待ってほしいな。でもなんかたまに言うじゃないですか、その何もしてこないのっていう人。何なんすかあれ。女の子がね。確かにな。だからそれが何回目とかによると思いますよ。多分5、6回デートしてて何もなかったら、そのお付き合いしようっていうこともなく、何もなかったらってなっちゃうじゃないですか。どういう関係みたいな。だからもうこのデートの賞味期限が切れる。デートの賞味期限が切れる。そう。いい言葉。デートの賞味期限が切れる。らしいですよ。だいたいその4、5回ぐらいでまでに決めないと、女の人はもうないんだって思っちゃうから。やっぱりね、こうグッと行くとこは行った方がいいです。でもなんか2年ぐらいあれしてたけど、そっから付き合ったとかってもうありません ?2 年ぐらい友達でとか、そんなん稀です。そう。でも合コンで出会った日の夜は、ちなみにもう最後、これ聞きたいですけど時間もあれなんで、園さんはこのノルマな壁はこの女性がヒロインが園宮子だとしたら好印象ですか？めっちゃ好印象。めっちゃ好印象。めっちゃ好印象です。じゃあもう別に何かすべきではない、結論としては。もういきなり2人で送るよっていうことを口実に、ちょっとなんかいいとか、これどこ走ってんのみたいなのに、もうダメです。じゃあもう、このままのスピードでやってもらいましょう。やってもらいましょう。ゆっくりね、ゆっくり楽しんでください、そこはね。なるほど。ということでね、時間が来てしまいましたんで。はい。では皆さん、また来週。さよなら。